はいはい、おいで。はいはい。はい、こう、ちょっとお出かけしよう。いっぱいからもうちょっとここで待っとこう。だからいっぱいやったわ。な。いっぱいからもうちょっとここで待っとこう。だからいっぱいやったわ。な。はいはい。ほな、こっちおいで。なぜか止まってて。耳の奥に薬が効いて、それで止まるんだったら、そんな儲けもないけどな。ああ。耳は全然もう動いてないんでさ。この。はい。でも耳外耳は悪くないもんな。一応この薬持って一応きたん作ったですけど、けど、ちょっと手離して。ただね、正直、これね、はい。今もう動物用がなくて、はい。人間用を代用するんですけど、はい。人間用だから50キロで1錠なんですよね。あこの子に体重に測ると、1日2回か、2回の、あ。はい。35、1錠35に分けた形になるんですね。はい。そうすると正直、それぞれが正確に35分の1ずつ入ってるかどうかの、あそんな無理なんですよね。あ。で一応これね、眠くなる効果というか、先端発作を抑える薬です。でもし先端発作じゃなくて本当に神経症状であれば、はい。収まらない可能性もあるんですけど、まあ、はい経営発作を抑える薬なので、その発作があるなしにかかわらず、もし伸ばすんだったらもう、で血中濃度が安定するのに、はい。1ヶ月ぐらいかかるんで、1ヶ月かかるんですか。はい。まあ、最低でも2週間はかかるんで、はい。今日痙攣するから今日飲ましてって、口に。なすってあげれば、はい、飲むのは飲ませられると思うんですよ。はい、ただこれに35分の1が正確に入ってるという保証は全くないです。あ、まあなるべく正確とは思いましたけど、まああるものには20分の1入ってて、あるものには40分の1に入っててはありえますよね。はい。これ僕来るまでにあれなんですけど、いうことは血中濃度が1ヶ月間ぐらいは安定しないこと、だから効果が安定してきたなというのは2週間かかると思います。2週間、ほんなら2週間以内もうこの左手の動きがなければ、やっぱり耳の、やめてもいいと思います、その場合は。耳の方のお薬で効く、それもね、たまたまかもしれないですけど、耳のピクピクがね、かゆいからなってたんだったらありえますけど、はい、あるいはその耳の奥、鼓膜が破れてて、耳の奥に炎症があって、はい、たまたまそこへ効いてしまったから、手の動きも止まったとかだったら分かりますけど、神経症状はその耳の奥の三半規管とかあの辺までのことじゃなくて、もっと奥の脳の異常のことを心配しますから、はそれで止まったという気は正直してません。
はあはあはあはいたまたま今は止まったまたま今足の動きに関してはたまたま止まってる。でもし耳の動きが本当にそれで止まったんだったらかゆかったり刺激があって耳がこう痛いからかゆいからピクピクしてるとかいうレベルの話だと思うんですけど、まあ足は動かないけど耳だけはピクピク動くんだったら塗り薬ぐらい塗ってもいいと思いますけど、足がこうやって動いてるのは不随運動以下もう勝手に動いてしまってるみたいなのは転換発作みたいなことだったら今の薬で止まりますけど、本当に人間でその舞踏病って勝手にハンチントン病なんかいいんですけど、ハンチントン氏病かな、勝手に手が動いてしまうとか体が思ったように動かないとか、あれなんだったらこの薬でもコントロールはできないんですよ。この痙攣が始まった時はこっちが左手ですね、左手がグーッと寄せられて、右目がこうなって、でここでクロスするんですよね、その脳神経が脳神経脊髄の中で、はい、だからこっち半身やられると、こっちがダメになります、はい、ただしここでは交差してないからここの動きはこの動きはこっちがダメになるとこっちなんですね。でも耳もピクピクしてますからそれはこっちの動きのはずなんですよ。はい、で場合によってはここかもしれないです。首だとこことここ一緒にだからこっちもおかしいこっちもおかしになるんですよね。でもう左半身の筋肉がぐっとこう寄せられている感じなんです。だから弓なりになっている、筋肉を動かしている神経がどっかがどないかダメージを受けてから不調和を起こしてて思ったように体が動かない勝手に動いてしまうみたいなことになるんだと思うんですけど、もしそうだとしたら今止まってるのはたまたまでたまたまいつ動き出すかは分からないなという話。ただ転換発作みたいなことだったら今とりあえず薬飲ましておけば痙攣発作が、2週間ぐらい先には止まってくるかもしれません。なるほど、わかりました。ずっと維持しましょうですけど、正直そのうち肝臓が悪くなりませんかとか薬ずっと続けてていいんですかとかいう心配をしなくちゃいけなくなります。わかりました。ありがとうございます。様子見ます。はい。ありがとうございました。お大事に。